れ子供とかお父さん見たら喜ぶかしら。上の子が一番喜ぶ。ああ、本当。パンダだらけの家だったの。本当よね。今回の週末ビフォーアフターは引っ越したばかりの一軒家のお宅の続編でございます。前回収納システムがない中でまだ段ボールも開けられていない状況で困っていたこの家のママ。このお宅がどんな風に生まれ変わるのか続きをご覧ください。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。今日はあれね、カメラ対策でしっかり帽子をかぶっていただきね、もうモザイクをかけないだけでいいなんていうのがどれだけ私の時間の短縮になるかってことなんですが、今日ね、かけられた時間6時間しかないから、もうとっととやるんだけれども、まあそうね、玄関のラインとこのリビングのライン、この2大ラインがしっかりと稼働できるようにするっていうのが今日の目標かなっていう感じなんですけど、子供にもね、やらせたいとか、いろいろ紙ベースもどうのこうのみたいなことをママが言ってたじゃない。景色的なことで言うとどうなの？気にするとか気にしないとか。まあパッと見はあんまりごちゃごちゃ見えない方がそうよね。いいのはいいんだけど、そうよね。もう入った瞬間からもろ出し、そうなんです。なんか当店ポール2みたいなが私がすごく気になっているところで、なんか要するに便利を取るか景色を取るかみたいなところの選別も古方式にはあって、このワンツーがあるせいでせっかくの新居が台無しなんですよ。なので、そういった部分も含め、仕組みをどう使うかとりあえず、将来的にはいろいろ買い揃えたいみたいなことは言っているけれども、それは将来的な話で、今この段階で今ある収納家具をどう使って暮らすかみたいなところで言うと、こういうのを使った方が見栄えもいいし子供も片付けやすいよみたいないうところも含めて、ちょっと改善していけたらいいのかなと思います。なんか最高にベストなものが実はなくて、すごくそれが難しいなと思うんだけれども、景色的なこととかちょっと散らかっててもあんまり気にならないような景色にしといた方が、やっぱりこうもう入って3日でもう散らかってる景色を作ってるのでそうか、そっちの方向で行くのかなと思ったんだけれども、今ちょっと確認できてよかった。まずはあちらの、洋服ライン、玄関ラインが私は一番気になるので、そこを直した結果、こっち時間内でやれるようにやっていくので、今日一日頑張っていきましょう。よろしくお願いします。だから私もう棚として使ってもいいと思うし、それだけじゃなく、それかここら辺をもう奥に入れちゃって、なんか棚にしちゃってもいいかもしれない。これがあれじゃない？もったいないよね。たわんでるから、ここに吊るすかって言うんですよ。吊るす場所を増やしたいんだよね。吊るす場所を増やしたい。でもあれだよね、もったいないよね。でも見えない方がいいのか。でもそんなことないよね。私だからもっと前に来ていいような。そうですよね。前に来て後ろに。そう、いろいろああいうもので、棚を作る。そうしましょう。はい。ちゃんと畳んでしまいたい人なんだ。畳まずにしまいたい。そうだよね。畳むのがもう洗濯を結構主人がしてくれるので、なんで綺麗に干さない、綺麗に畳まない。で子供たちが引き出しの中にめっちゃがめちゃが入ってるんですよ。そこ引き出しした右側見てもらったらいいんですけど、上の子がもうこれ違ったとか言って、こんなことになってるので、はい。なのでこんなん買ってこう
あ、無理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 。でもね、言ってたけど、そういうそういうところじゃないちょってとっいう。几帳面じゃないと無理なんで、これはやらない。まあなのでそうね。お母さんぐらいは引き出しに入れます？私は下着とかは引き出しに。じゃあこれお母さんそう、用これママは専用です。はい。白ね。こういう衣装ケースは、うん。なんかシーズンオフで秋の中とかにそうね。入れちゃった方がいいうん、そうねそうねそうね。そうそうそう。じゃあこの引き出しって出す？この引き出しは別に、それがこれがここに入ったら一番良かったんですけど、入らなでい。もこれは外に出てていい。全然から全然いい全然いい。この引き出しちょうどここに入るねって言って、入っちゃっただけでしょ。だったらあのでっかいのが並んでた方が、そう。うんこれこれね、棚の数はうん自分で調節できるんで、さっきもここの辺にほら、これあるよね。これで抜いて刺してるだけなんで、何段にするかは自分でできる。なんかこれをなくしてあこれ広がらない広がらない。広がらないのあでもここになんかかけられるそうなんです。そうなんです。ここはこっち側もこうずらせばこっちに伸びるので。あそうですね、はいだからかける面積を増やした方がギチギチまで増やせます。で、下の段を子供たちがこうポンポンポンでかける。でこの状態の中でこれ抜いてじゃあそれをちょっと積んで、これは部屋の中で使っててもいいと思う。はい。これのせいでここはもったいない。ああ、前の。そうですか。まあ、だったらこの70センチをここにもう積んじゃって動かないようにしてもいいから。でもここに動かないものがあるのもったいないから、あまあまあいいけど全然じゃあ稼働する棚にします。なんかあとこういうストック類ストック類がそれこそ置く場所がないから、この部屋にストック類が置けたらそうねすごく嬉しい。この棚をここに並べよう。でここが棚になって、こいつはもうどこでもいい。これがこの後ろに行くじゃない、そしたらこういった消耗品たちも並ぶし、そっちでもいいんだけど、なんか木も使って、全然四角にとらわれなくていいんで、それでちょっとアレンジしてあとこれよね、これが洋服なのか、あシーズンオフね。でシーズンオフはじゃあ愛ちゃんそっち側足の奥でまとめる。あここら辺とか、はいそこだよね。こっちがシーズンオフでどっちかっていうとね、そうね、手前がオンだよね、どちらにしても。先生こういう感じで、はいこっちに衣装ケースが入るようにはい、ありがとうございます。こうしてこの後ろに棚が入るからだよね。こいつがこっちでもこっちでもでも両方入れる両方とも入れられる。そうね、両方とも奥に。そうね、こっちの奥にねそうです隙間があるから隙間がある。ここがいいです。そうねそこに入れてみましょうか、タンスは見栄えがいいからこっちに持ってこうかな。タンス。タンスを島にしたいんで。島いや、わかんないほら、母ちゃんのスペースを作りたいから、この線は銅線で、それでここにタンスかな。はーい。なんか結局、仕事関係入れようと思ったけどこれ本とかは重いから本とかこの下に、まあこういうところで、こういうところに入れて、だからなんかやっぱりこのラインをちょっと仕事のラインとして、でここはなんか洋服ラインで、
だからここをなんかお母さんのスペースにしてあげたいんで、でもあれはここ。あれはここ、はいじゃあ逆に洋服入れる。そうだね。はい、わかりました。でも子供のポイポイ収納はどうします？全然もう引き出しで、その入れ方云々じゃなくて、ここ誰々みたいな感じでいいと思う。それよりもなんかお母さんの備品が多いから。これとかシーズンオフで、だからあっちに。そうだね。本当はそっち側にもこういう棚があったら本当はいいんだね。まあだからそれは後でアドバイスで言いましょう。はい。もしくはそれを出しちゃって、もうこういう形にしちゃこれ出しちゃってこういう形にすれば、シーズンオフはここに並ぶよね。でも私なんかこんだけ引き出しあるからシーズンオフでも引き出しの中でいいような気がする。はいはいはい。それのやりくり、見えるように入れて、まあ、だからそこはすごく奥行きがあるのにもったいないからこっちに出しちゃって、そこにケースで詰めるものをこういうようにこっちもやっちゃってもいいような気が。殻がまだなんかオフでもなんでもだから入れる場所はいっぱいあるのよ、ここに関してはね。ただどう入れていくかよね。だから私ポイポイ収納でいいんだったらこの上に置いといててもいいと思う、親のものに関してはね。いい仕組みが足りない。仕組みね。収納があったらいいのになって思うんだけど、引き出しばっかりなんですよこの家で。かけるか引き出しか棚が弱い。そう、ポストあったから本当に何もそうだよね。買ってなくて、向こうも本当に収納がなくていつも困ってる。今ここにあった高いやつを抜いたから、いくらでもここに棚ができるよ。ここは棚があった方がティッシュのストックとかキッチンペーパーのストックとかいろんなものを置いて。どんな棚がいいですか？ちょっとこっち見てもらっていい？今例えば例で置いてるだけでこれがいいって言ってるわけじゃなくて、こういう雰囲気で後ろにあればこんなものの方がいい。絶対ここは見えてていいもんだし、なんならワンアクションで撮れるから。で見えてる方が探さなくてよくて、だからやっぱり結局今日も段ボールに入っちゃってるせいで自分のものなのにどこにあるか分かんないってすごい嫌な気持ちになってくる。ここはパッと見た感じで見えるような形で置いてあって探し物がないようにした方がよくて、でこっちにもあっていいそれが。そうするともっともっとなんていうのかな、ストック的な、もっと普段使うもののストックをこっちに、でなるべくここで物を置いてあっち側はシンプルに暮らす。待ってるんだったら上が何の仕組みもないね。そうなんだよ。ここはね本当に足りないんですよ最終的には。学習机のところにあるのも段ボールが何個かあるけど、何一つ入れ物がないってことは、まあなのでこのケースに入れるしかないよね、分けて。今日完璧には絶対無理なんで、今ある収納の中でやりくりして今後ここにこういうのがあった方がいいよねっていう私のアドバイスでね、大事なのは。でももうさすがにこれちょっと無理だもん。ああもうぜひぜひぜひ。だってここあってももうしょうがないし。そうなのそうなの。でももうでもいい洋服は引き出しでいいと思う。全然いい。
もうゴロゴロ買いなんてやってる場合じゃないよ。この部屋ができたらやんなくていいの。衣替えができなくっていつもあっちに行ったりこっちに行ったり違う部屋に行ったりでいっぺんまとめたんだけどまとめても入りきらなくて入りきるわけもなくアパートで。はい、ということで本日の作業が無事終了いたしました。今日はことに変わってお母さんが一緒になって作業してくれたおかげで早めに終わりましたので、まずはリビングの方から見ていただきたいと思います。どうぞ。じゃーん。どうでしょう。わあ、全然景色が違う。そうですね。引っ越してきてまだ3日目なんで、はい、そんなには変わらないですが、とりあえず、お子さんが小さいということで、リビングダイニング一体感を出しながら家具を、配置しております。はい、今までソファーが真ん中にドンとあって、ちょっとセパレートっぽかったんですけれども、できれば広々とした空間でお子さんたちで遊んでもらった方がいいのかなと思ったのと。ここで遊べますね。そうでしょ、はい、で、あと、息子さんが今ピアノを習っているということで、はい、なるべくお母さんに近い方がピアノの練習も見てあげられるのかなと思って奥から手前にやってます。これどうでしょう。素晴らしい。とりあえず今回は今ある収納グッズを駆使して、この部屋の景色を変えるということだったので、ここ2つ飛び出になっていた、当店ポールがなくなり、代わりに今まで使っていたカラーボックスを、ここのものの提示として、なるべく景色の中で貴重が少ないもの、低い方が私はいいんじゃないかということでこちらを提案しております。もちろんこれがベストだとは思わないんですが、はい、扉がついてるんであればこっちのサイドテーブルボードでもいいのかなっていうふうに思いますので、ここで使うようなものたちが、一堂に会していて、そして、稼働するもの以外はあんまり置かない方がいいのかなっていうふうに思ったので、こんな形で置いてみました。お母さんこれどうですか？もう大満足です。本当？はい、ここにガスの線があるっていうことがあって、本当はここら辺に置きたいんだけれども、はい、どうしてもガス線をキープした上で置かなければならなかった、ちょっと中途半端な感じなんですが、例えばここに扉付きのサイドボードが来れば別にこっち側しても全然いいかなと思うので、見栄え的な話なので、今はこういう形で置いております。はい。お子さんの学習本のも、置くこともできたので、リビング学習を。全然できると思います。もう、へいらっしゃいは、もういつでもできるような感じで、綺麗に片付いておりますので、キッチンからの眺めも非常に良くなったかなと。開けました、とっても。ね、思います。で、キッチンなんですが、今日はちょっと時間的な問題で、全出しはしないで、お母さんとね、娘さんで一生懸命頑張ったところなので、ワンポイントアドバイスだけさっきさせていただきました。今まで、ランドセルが置いてあった棚が、トースターの台になったと。生まれ変わりました。とりあえずここの作業スペースができて、ここでお茶を飲むことができますので、こことここは死守していただいて、ここが綺麗だとね、お料理もしやすくなりますので、どんどんもっとブラッシュアップしていってほしいなと思います。
週末ビフォーアフターが大好きなお母さん。このリビングダイニングどうですか？いいと思います。いいと思いますね。もうどうやったらおこうもうちょっとスッキリになるのかっていうのが全然こう思いつかなくて、はあの台を置くことですごいスッキリして、もうランドセル置いてあった時は何のスッキリ感もなく何よりもこのリビングから高いトーテンポールがなくなったことによってスッキリしこますのね広がり感が出ましたよね。これなら掃除もしやすい、なんか広くなった感じもしますし。本当？はい。いやもうさ、最初はお母さんの推しでもう無理やり私とオンラインで1年半前ぐらい喋ってで2点3点しても引っ越しが決まってそれでね今回来ることになってやっぱりマイホームを手に入れたっていうテンションがあったんで今日すごいこうリアクションが良くて私も良かったと思います。本当は親子でやってもらいたいんだなじゃあここのスペースは満足ということで、はい。大丈夫ですか？はい。じゃあ最後に玄関の前の真靴だったお部屋がどうなったか見に行きたいと思います。はい、ということで第2章こちらでございます。この廊下ですらもわっさわっさしてる状況でお母さんはここにデッドスペースがある、これ何か置いたらいいんじゃないかと終わってから置いてください。はい、というぐらいやはりね私はこの階段がこの玄関入ってきてすぐのところであるのは非常になんか素敵だなって思ったのでやっぱりしばらくはこの空間を楽しんでいただきつつ見てください、この玄関周り畑に何にもなくなりました。なんて広い玄関なんでしょう。本当よ、もう声までものすごい見てるわよ。見てるエコーがかかってる。私昨日来た時なんてこんなでっかいシューズクローゼットがあるのになぜかちっちゃいアパートの時のね汚い下駄箱を置いてね、私あれピカピカに千日色で磨いてね捨てませんでしたよ。ちゃんとここでこの家はもうマスクが死ぬほどあるのでもうそういったものたちの入れる場所となってどっか行く時にここから取って入ってきたらここで除菌してっていうようなスペースとして今変わっております。初めてですよ、玄関何もないで見るの。もう引っ越してきて3日目なんで一応ね、いっぱいあった傘もこの中に入ることができたのでここに、乾いた傘は入れられると思いますのでまだまだ入れる場所いっぱいありますよ。でもこんなに増やさないでください。増やす気がなくても戻って増えていくのでこちらはね私が来る前からしっかり入っていったのでねもう十分かなっていう感じですよね。結局玄関って非常に汚れやすい場所なので、そういった意味も込めて一旦この状態がスタートラインということでこれをキープする、帰ってきたら戻すっていうことをしていただければなと思います。もうここは立ち入り禁止というふうに、書いていただきたいぐらいなんですがちょっと素敵な空間になってますので見ていただきたいと思います。どうぞいやーどうでしたわあ、すっきり。パンダがいなくなりました。パンダがいなくなりました、おめでとうございます。おー、そうなるんですね。いや思ってたほどよりもものがあって結構悩んだんですが私がこの、スペースをどうデザインしたかというと半分からこっちはファミリークローゼットで半分からこっちはお母さんのスペースとして作っております。はい。っていうのはお母さんすごいお仕事してて結構仕事物の書類とかも多くってきっと今後も増えるだろうということを見越してここにお母さんの場所を作っております。なのでいろいろ増えていったとしてもここに置く場所もありますしここ全部ラウンドできるようになっております。もうこちらのおばあちゃんは本当にリビングに物を借りるのが絶対嫌だから長男だけのものだけじゃなくて全員に置かせてください。帰ってきた時に子供たちがランドセルやバッグを置いてリビングに行くっていうような動線上に物が置ける場所があるのでもうここ全部を取り置きができるようなスペースにしてでこのラインは洗濯ラインということで、奥さんのものご主人のもの子供たちのものということでこのラインだけで、洗濯動線が済むようになっています。でこちらは、あまり稼働しない
ようなものが入っているんですけど、それでもまあどっさり入っております。見てください。ストック類とか2階にあったハンガーラックまで入っておりますので、そこにかけ放題でございます。はい、母ちゃんの服がもうかけたいという一心でどんだけハンガー買ってんねんってぐらい。まあ後半の2時間はだいたいハンガーに服をかけるという愛花と由美だったんですが、一生懸命かけていただいたおかげで今まであった引き出しだいぶ減ってます。確かに引き出しがほとんどなくなりました。はい。今後は洗濯したら戻すのはハンガーでしたいということなので、こういう細かいパンツとか靴下のものは引き出しに入っていて、それ以外は洗濯物で戻ってきたやつはもうかけられるように。ハンガーもまだ死ぬほどありますので安心してください。ということで、ここで洗濯周りがすごくスムーズになると、まずリビングに洗濯物がたまらないです。で、子供のものもなるべくここに置く、この玄関からのストレートラインがバッチリ決まったということで、私この眺めもめっちゃ気にしながら物を置きましたからね。とりあえずちょっと半開きでも恥ずかしくないようになっております。そしてここはお母さんラインで、お母さんどうですか？いや、棚がこんな風になるなんて。そうですよ。ダイニングテーブルの後ろに私これがないと困るんですって言っていた奥さん。いや、しかし素直な親子でよかったなと。当店ポール2つが撤去された状況で、1つは、キッチンの後ろに行き、で1つがこちらに来て、ここでやりくりをしていただいて、なるべくリビングの方でためないようにしていただくだけで、いつでもリビングで人を呼べるような状況になると思いますので、ね、お母さんはそういう状態で家で休んでんだよね。そうです。はい。それを娘にもやってほしかったんだよね。そうなんです。でそうするとね、子供の友達も呼べるし、父ちゃんの友達も呼べるし、もうじゃんじゃん読みます。そうよ、車はいくらでも止められるんだから、いっぱい呼んであげてください。はい、で、私はもう一つ、奥さんにプレゼントがあって、実は私、すごいこの部屋でシュシュしたのは、このラインです。実はここに、お母さんの書斎を作ったらいいんじゃないかなと思って、ここにスペースを空けてます。今、椅子が並んじゃってるんですけど、はい、お母さんはやっぱりね、仕事上ね、書き物とかね、調べ物をするようなスペースが1個あった方がいいんじゃないかなと思って、はい、確かに勉強するにも、そう、だから本当に一つフリースペースで机と椅子があれば、まあ上もいいんですけど、ここにもあっても、ちょっと隠れ家的な感じで、ちょっとここで家計簿書いたりとか、学校の PTA の中でやったりとかっていうのが、お母さんこれどう見て？ザ・古型式の難度なんですけど。もう、グーです。グー、思ってた通りに思ってた以上です。いっぱい見てるから、何とかしてくださるだろうとは思ってましたけど、思ってた以上に綺麗になって、もう感激してます。本当は近所の友達に、私出るから見てって言わなきゃダメよ。言います。近所中に言いふらして、回覧板で回してくださいね。そうします。はい。じゃあ最後にもう娘さん、まるっとやりましたけど、2階もね、まあ、そこそこ、平らにしてくれて、まなみさんが綺麗にしていただいて、多分息子たちはテンション上がると思うんですけど。素敵なプレイルームもできまして。ね、素敵なプレイルームになってたわよ。でも一つの部屋の子供の部屋はもうすっごい勉強ができる子みたいな。そうです。はい。めっちゃ集中して勉強してくれそうな。なんてだってさ、この棚がさ、全部おもちゃだったのに全部学習のためのものになったじゃない。はい。それが良かったよね。帰ってきてもポンポンと。いろいろ買わなきゃみたいに思ったかもしれないけど、取り急ぎこの状態で暮らしたとしても非常にすっきりとね、そうですね、維持しやすい環境になったと思うので、あんまり焦らずに仕組みの方も考えていっていただけたらなと思います。はい、これ子供とかお父さん見たら喜ぶかしら。多分これ自分ちってあれってなると思います。上の子が一番喜ぶ。ああ、本当。パンダだらけの家だったの。本当よね。じゃあ今回これで成功でよろしいでしょうか。はい、大成功です。はい、どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ということで、今ある収納システムを最大限活用し、機能的なバックヤードが完成したことで、すっきりとしたリビングダイニングに生まれ変わらせることに成功いたしました。新しいお家で新しい生活を家族皆さんで楽しんでいただきたいと思います。
ということで今回の週末ビフォーアフターいかがだったでしょうか。次回の週末ビフォーアフターは私の訪問を心待ちにしていた小学1年生の女の子が住むお宅にお邪魔してまいりましたので、どうぞお楽しみに。それではまた来週、さよなら。チャンネル登録お願いします。いいねコメントもお待ちしてます。